こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。暮れも押し迫り、除夜の鐘も間もなくです。行く年来る年、年が明けて新年ともなれば、心すがすがしく盆栽や水石を楽しむ方々にも良き冬の季節となります。日本古来からある松竹梅、松に梅に竹、これを重ねて飾り込む世界は古くから楽しまれています。遠き昔、中国の唐の時代に生まれた松竹梅、かの国では三遊三つの友と言われて楽しまれました。真冬でも緑をたたえる生命の謳歌である松、冬の寒さの中に葉も見せぬ中、凛と花を咲く梅、雪の下それでも耐えて葉に緑を残し根を横に張る竹や笹。昔の人は命がどれほど大切でどれほど素晴らしいかをよく理解して当たっていたんですね。今日は一つ皆さんがご家庭で楽しむその小さな飾り、これをなんとかみんなと作ってみる、まるで盆栽教室のようなことをちょっとやってみたいと思います。一つは小さな松竹梅、もう一つはちょっと贅沢な少し中型のもの、それでも皆さんが楽しめるものをぜひここから作ってみたいと思います。お楽しみください。ここに今ご覧いただいているものは、私どものこの庭の外にある培養場で何年か作って育てたものです。まだ名もなき苗木のようなものがお分かりいただけますでしょうか。このような屋久島の熊笹に至ってはいらなくなったものを刺して作っておいたものです。こういうものも大切にしておくと少し役に立ちます。長寿梅もまだビニールポットに入って刺し目で作ったものが多分今年の冬には見事な花を咲かせます。この松などはご覧ください。まだ鉢には入っていません。このようなビニールポットにそのまま植え込んであります。これを一つどれかを取って作ってみたいと思います。もう根がしっかり張っています。小さきプチ松竹梅、それとちょっと贅沢な松竹梅、そのようなものを作ってみたいと思いますが、ここにない素材が一つあります。それはちょっと贅沢な方の松です。それは今向こうの培養場にある姿をご覧いただいてから始まります。こちらにある黒松たちは今からもう十何年前、ちょうど日本の一番ひどい災害があった頃、その後に少しでも防波堤の役目をするように松を植えようと福島県の野口造園さんがたくさんの苗木を作った、その中から分けていただいたものです。その細い苗木に針金をかけて少しずつ形を作って、小さな培養鉢にそのままの姿で作っておいたものです。今日はその中からみんなこうなっている木から選んでみましょう。それでは今回皆さんにご覧に入れる新春の鉢飾りを、これを使ってご覧に入れます。このように鉢にも入っていません。特殊な農業用の植木を育てる苗木を育てるものに入れて
そこの中で針金をかけて一回曲付けという幹を曲げる作業を何年か前にした赤松です。この中の素材を取ります。ご覧ください。筒の下まで根が張ってこのようになっています。これを小さいプチ盆栽の素材としてまず使います。小さき松、その松を一つの形に作っていく。針金を使って自然に伸びたその部分を矯正しながら、これから描く可愛らしい姿の中にも大自然の厳しさ、それと大きな姿が出るように施術を行います。風になびく姿、そのような姿へこの木を導いてみました。用意した丸鉢の鉢に松を植え込み、そこに三遊なる梅の代わりの長寿梅、そして竹の代わりの小熊笹、この3つを植え込んで、静かな静かな可愛らしい松竹梅へと作り上げます。この時に大切なのが、3つのものがゆらゆらと固定しないようなことがなく、きちんとねじめという針金で留めることです。大型の方のちょっと贅沢な松、この2本を組み合わせるとき一番大切なのが、2本がきちんと寄り添っているようにまず組み立てることです。本来の植え替えの季節ではありません。細かく芯まで根をさばくというよりも、木の健康を考えて、それでいて大胆に根をそぎ落とす。必要のない部分は一切触らず、そしてその2本がきちんとまさに追い立って生きてきたように作っていく。これがまず中型松竹梅の寄せの基本の技術になります。2本を最後に留める時には、竹串を使って根をまさに打ち込むように押さえ込みます。このことでこの2本がバラバラにならずに一つの姿として固定されます。寄り添うようになびく木、まさに相生の松の基本ができました。あらかじめ用意しておいた鉢、ねじめの準備の針金を据えて、そこにしっかりと植え込みます。この時に大切なのが、最終的にできた時の木の流れを作ることです。自然になびく木、それには必ずまっすぐに立つのではなく、
どちらか左か右かへ流れていきます。その姿をきちんとねじめをしながら組み立てていきます。反対もちょっとこっち。古木の梅、細身の中に美しい曲線を描き出しています。人間が作ったのではできない線、これこそがわずかな大きさの盆栽にも求められる醍醐味です。あくまでも清瀬風。梅は根が強く、わずかな根を残すだけでも十分に命をつなぎます。この日本の松に寄り添うように、それでいて松よりも目立たぬようにひそやかに、それがとても大切な植え込みの条件になります。松、梅、これができたところで添える程度の小熊笹をここに寄せ植えます。たくさんの根が張り切ったすでに春を思わせる笹、できるだけ傷まぬ程度に根をさばき、目立たぬ高さ、目立たぬ植え込みでそっと添えてあげます。大型になればなるほど、それは鉢から外へこぼれて流れるようになります。寄せ植えの植え込みの時、そのポイントの大事なねじ目、針金を用意したその根元のポイントで3点がきちんと動かぬように縛り込む。何度も経験した熟練のコツがありますが、皆さんも一つ一つが揺れぬようにしっかりと根を押さえてください。ねじ目がきちんとなされると、このように鉢からは抜けません。この状態の植え込みこそがポイントです。植え込みが完了したこの姿、まさに松竹梅の自然なる姿が描き出されていますが、大切なのはここからです。飾るという目的の中で、緑の苔、この姿はとても重要なものになります。盆栽の上のもの、家の脇に生えているもの、それを取り集め、下の余計な土の部分を取り、一つ一つ丁寧に盆状に張り込んでいきます。これによって松、梅、笹が追い立つ姿、できればそこに赤い実、雪の中でも赤をたたえるこの姿があることは嬉しいものですね。最後に寒水石、白砂を据えるところで大きな景色、また河川や海へと続く姿が浮かび出ます。小さきものも苔を張ることで大きな大きな小さな自然が
生まれます。さて皆さん、先ほどまで苗木のような状態だったもの、それを組み合わせて形を変えて小畜梅、小畜梅、お正月よ来いという形に作ってみました。こんな小さなものでもお部屋に飾ると綺麗です。これぐらいの大きさになれば大きな景色をそこへ楽しむことが部屋飾りの中でできます。中の室内に飾ってみて、それをご覧いただきましょう。新春の清瀬飾り、簡単に言えば松竹梅、それをどなたのお宅でもこんな感じならうちの洋間にも合う、玄関にも合う、書斎の脇にちょっとこんな命があるといいな、そんな風な世界を作ってそれをご覧入れました。左の大きめの木、黒松に黄色の花が咲く非梅という梅、鉢をご覧ください。黄色い薬の鉢に入っています。黄色は迎春という木の黄梅、蓮行、それをすべて物語る色になります。春の色に広がるこの三遊の世界、こちらをご覧ください。すべてみんな名もなき苗木のようなものがつい先ほどまで誰も見なかったものです。それをちょっと手を加えることで部屋の中に文化と自然と楽しみが生まれます。どこかにある素材を使ってこのような古典でありながらモダンな自然の美しさをお楽しみになってはいかがでしょうか。皆さんに可愛らしい松竹梅の姿、それを今ご紹介しましたが、せっかく迎える新年です。王道の新春飾りをここで一つご紹介したいと思います。来る年は辰年、そこで今回は新白の古木を主木に選んでみました。うねり上がる幹、踊り立つようなその姿はまさに龍が吠え空へ向かう踊る姿を見せています。これを一つのその干支の象徴として捉え、掛け軸、置物によって床の間を作ってみました。床の間飾りという日本古来の文化、まさに盆栽の中に生きる大切な要素でもあります。かけられた掛け軸、画面に一つだけ輝く日輪、よく見れば朱色の日輪の前に金色の輝きまで描かれています。近代日本画の大家横山大観が描いたまさに簡略無垢なる新春の汚れなき姿です。日輪に輝く龍踊る新白の緑、そして脇床には木彫の翁、能の舞台の一つとして必ず新春の演目の中の一つと挙げられる翁が舞う姿、良き年となれ、ことほぎの年となれという願いを込めた舞です。三位一体の姿、まさに日輪輝く新年という席です。龍踊る新白の姿、先ほどはそれを名筆横山大観の日輪の合わせでご覧いただきました。もう一つの掛け軸の合わせがあります。どうぞご覧になってください。
掛物は江戸期名筆狩野派中興の祖と言われた狩野長信による藤越の龍の図です。水墨で描かれた霊峰、まさに神々しい富士の図、その雲海の中をよく見れば、黒き雲の中から方向を上げて富士へ登ろうとする金色の龍、まさに辰年にふさわしい合わせ。普段の飾りでしたら神白の龍と掛け軸の龍はかぶらないのというご意見もあるでしょう。そこは新年のめでたさ、今こそが辰年の龍の楽しみ、その思いを込めて龍の神白、富士に登る姿、それをめでる翁、こんな席も正月らしく、また一つ大きく違うのは日輪の朱色という色の中心から水墨というものにすることで、神白の緑、そして金蘭の衣装をまとう木彫の翁へも目が行き渡ります。今年も良き昇る年となりますように。いかがだったでしょうか。可愛らしい松竹梅の盆栽教室のようなご紹介、そこからこの見事な神白の新春飾り、年が明けて来る年となれば、皆さんがお持ちの盆栽や水石もさまざまな姿での新春飾りが楽しめるんではないでしょうか。仰ぐ山を見る水石、たたえる緑、花咲く姿の新春、ささやかな草の中にある息吹、そのすべてが新春をめでています。ぜひ春をお楽しみください。皆さんどうぞ良きお年となりますように。今日もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録でぜひアーカイブのように多くの映像をご覧ください。またよろしくお願いします。ありがとうございました。